3枚のお札。むかしむかし、あるお寺にお嬢さんと小僧さんがいました。ある日のこと、小僧さんがお嬢さんに、お嬢さん、栗が食べたいので山に栗拾いに行っていいですか？と尋ねました。あの山には恐ろしいヤマンバが住んでいるからやめておきなさい。お嬢さんは小僧さんに山に行かないように言いますが、小僧さんは、大丈夫です。ヤマンバに会わないように気をつけますから山へ行かせてくださいと何度もお嬢さんにお願いしました。あまりにも小僧さんがしつこくお願いしてくるので、お嬢さんは、わかったわかった。しょうがないの。それならこれを持っていけ。と3枚のお札を取り出すと、小僧さんに差し出しました。お嬢さん、これは一体何ですか？小僧さんはお札を受け取ると、お嬢さんに尋ねました。これはとてもありがたいお札じゃ。もしもヤマンバに出会ったり困ったことがあったら、このお札に向かって願い事を言うのじゃ。きっとお札がお前を助けてくれるじゃろ小僧さんはお嬢さんからもらったお札を懐にしまうと、山へと出かけていきました。小僧さんは山にたどり着くと、栗を探し始めました。ですがなかなか栗が見つからず、小僧さんは山の奥へ奥へと進んでいきます。山の奥深くへと進んでいった小僧さんは、道に迷ってしまい、だんだん日も暮れてきました。小僧さんが何時間も暗い山の中をさまよっていると、明かりのついた家を見つけました。このまま山の中を歩き続けるのは危険だと思った小僧さんは、その家を訪ねます。こんばんは。どなたかいらっしゃいますか？実は道に迷ってしまって、よかったら今夜一晩だけ泊めていただけませんか？小僧さんが声をかけると、おばあさんが顔を出しました。それは大変だったね。さあ中へお入り。小僧さんはほっとしておばあさんの家に入りました。ここでくつろぐといい。私は隣の部屋で食事の準備をするから、決して覗くんじゃないよ。おばあさんはそう言うと、隣の部屋へと入っていきました。小僧さんはおばあさんに言われた通りにくつろいでいたのですが、隣の部屋からザーッザーッと音が聞こえるのが気になり、こっそりと隣の部屋を覗きました。すると、先ほどの
おばあさんがとても恐ろしい顔で大きな包丁を研いでいるではありませんか。その姿を見た小僧さんは、大変だ。あれはお嬢さんが言っていたヤマンバじゃないか。小僧さんは驚いて声を上げてしまい、ヤマンバに見つかって捕まってしまいました。覗いてはいかんと言っただろう。まあいい。早速お前を食ってやる。このままではヤマンバに食べられてしまうと思った小僧さんは、便所に行きたい。恐ろしくて今にも漏らしてしまいそうだ。とヤマンバに言いました。しょうがないね。ほら、こっちに来るんだ。ヤマンバは小僧さんを縄でつなぐと便所へと連れて行きました。小僧さんは便所の中に入ると、縄を柱に結んでお札を取り出しました。どうかお願いです。ヤマンバがまだかと聞いたら、まだだと答えてください。小僧さんはお札を柱に貼り付けると、便所の窓から抜け出し、一目散に逃げ出しました。小僧さんがなかなか便所から出てこないので、ヤマンバは、小僧、まだかと尋ねると、便所の中からまだだと返事が返ってきます。少し待ってまた尋ねますが、まだだまだだと返事が返ってくるので、待ちきれなくなったヤマンバは便所の戸を開けました。誰もいないじゃないか。わしを騙したな。怒ったヤマンバは小僧さんを追いかけました。小僧さんは一生懸命走りましたが、ヤマンバの足はとても速く、あっという間に見つかってしまい、見つけたぞ小僧。よくも騙したな。と恐ろしい声がどんどん近づいてきます。このままでは追いつかれてしまうと思った小僧さんは、お札を取り出すと、お願いします。大きな川になってください。とお願いし、お札を投げました。すると小僧さんとヤマンバの間に大きな川ができました。小僧さんはこれで助かったとほっとしましたが、なんとヤマンバは川に飛び込み、すごい速さで泳いで近づいてきます。あまりにも恐ろしい顔で泳いでくるので、小僧さんはまた必死に走りました。このままでは追いつかれてしまうと思った小僧さんは、最後のお札を取り出すと、お願いします。大きな山になってください。とお願いすると、お札を投げました。
すると小僧さんと山んばの間に大きな山ができました。しかし山んばの足はとても速く、体もとても頑丈で、山に生えている木々をものともせず、バキバキと倒しながらすごい勢いで追いかけてきます。どんどん山んばが近づいてきて、もうダメだと思った小僧さんの目にお寺の明かりが飛び込んできました。命からがらお寺にたどり着いた小僧さんは、すぐに和尚さんのところに行くと、お嬢さん、助けてください。山んばに追われてるんです。それを聞いた和尚さんは落ち着いた様子で、だから危ないと言ったじゃろ。これに懲りたならちゃんと人の忠告を聞くようにするんじゃぞ。と小僧さんに言いました。わかりました。ちゃんと聞きます。和尚さんは小僧さんを壺の中に隠すと、餅を焼き始めました。そこにすごい勢いで山んばが入ってきました。おい、ここに小僧が逃げてきただろう。おとなしく小僧を渡しな。山んばは和尚さんを睨みつけますが、和尚さんは落ち着いたままこう言いました。よし、それじゃあわしと術比べをしよう。わしに勝つことができたら小僧を渡してやるぞ。術比べだと、このわしに勝てるつもりかい？どうかのう。お主が大きくなったら勝てないかもしれんのう。和尚さんの言葉を聞いた山んばはにやりと笑うと、ふん、それくらい簡単だよ。そりゃ。山んばが力を込めると、ぐんぐん山んばが大きくなるではありませんか。ほう、こりゃあたまげたな。しかし大きくなるしかできないのじゃろ。豆粒のように小さくなることはできないじゃろ。和尚さんの言葉を聞いた山んばはむきになって言いました。まったくわしも舐められたもんだよ。見てな。山んばがまた力を込めると、今度はみるみるうちに豆粒のように小さくなりました。山んばが小さくなるのを見ると、和尚さんは素早く山んばをつかみ、餅で包むとパクリと食べてしまいました。それからというもの、山に山んばが出ることはなくなり、小僧さんも人の忠告を聞いて真面目に修行を続けたのでした。おしまい、おしまい。